はい、大島さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はね、質問をいただいてますので、読ませてもらいます。40代男性からの質問です。時には人間関係を見直して断捨離することが必要だと感じることがあるのですが、それも別に簡単なことではありません。特に長年付き合いある人や家族の場合、どのような対処すべきでしょうか。まだ人間関係の断捨離を行う際に大切にすべきポイントとかはあると思いますかっていう質問なんですけど。断捨離っていうのはある意味必要は必要ですよね。やっぱ捨てる神あれば拾う神あるっていう言葉があるように、何かやっぱ古きもの、もしくはその執着したものっていうのを一回リセットすることによって、新しい情報が入ってきたりとか、新しい知識を得たりすることは、あるとは思います。それが一つの節目ということで、日本なんかにはね、この節分っていう、節分節目、節句ですよね。節句っていうのが2月の節分をきっかけに3月の節句、5月の節句ってずっと続きますけども、そういった意味でも自分の人生の節目は自分で、決めることっていうのが大切なんじゃないかなと。ただその質問者の方のようにどうしたらいいかっていう悩めば悩むほど答えは見つからないんじゃないかな。じゃあどうしたらいいかっていうのはね、自分の中にある恐れであり、ストレスでありっていうことはね、どうしたらいいかって考えてる時点でもうね、答えがないんですよね。自分の中に。だから大事なことはどうしたいかじゃないかな。古く付き合えば付き合うほど、例えば先ほどおっしゃったように奥さんとか、この大切なものとかっていうのをじゃあ断捨離しようと迷ってらっしゃるから悩んでるわけで、それをどうしたらいいかって考えると、それはもう答えないし、例えば誰かに聞いて、じゃあうちの奥さんとどうしたらいいんですかね。いやもう別れた方がいいよってなった時にやで、ほな別れますわって言ったら、それはあなたの人生ですかってなりません？ちゃうんですよ。アドバイスとしては必要やと思う。人に聞くことはね。だけども決めるのは結局自分じゃないですか。ね。っていうことは自分がどうしたいかを優先してほしいです。僕の感覚なんですけど、結構人を断捨離するっていう言葉が結構ちょっと苦しくなるというか、結構厳しい言葉やなって思ったりもするんですけど、でもやっぱり人生のそういう節目節目にはやっぱそういう考え方も必要なんですか？いや、人ってやっぱり離れてみたりくっついてみたりするもんじゃないですか。やっぱりお互いにご夫婦結婚してもね、じゃあ夫婦共に成長していくのが、これが誠の夫婦になっていくっていうことなんですよ。例えば、夫っていう漢字はね、二人って書く。一人では大きくは大にはなるけども、二人って書いたら夫になれるっていうように、奥さんがいてくれるから夫になるわけじゃないですか。じゃあ夫になったから、結婚したから夫になったんじゃないんですよね。夫がスタートしただけなんですよ。っていうことは、お互いにその結婚するまではね、環境も考え方も違う中で成長してきたわけでしょ。ってことは学んでるレベルも違えば、やっぱ得てるものも違うわけやし、ものの見方だって考え方だって全然違うと思うの。その男性女性が夫婦となって、じゃあ夫だから妻だからではないんですよね。夫になるために妻が必要なわけであり、妻になるためには夫が必要なわけじゃない。っていうことは持ちつ持たれつで、互いに学び合わなきゃいけないご縁だからこそ夫婦になっただけなのね。ただ好きだからもありますけども、そうじゃなくて学び合わなきゃいけないから夫婦になれてるんですよ。だってただ単にね、好きだって結婚できない人って山ほどいるんですよ。でもそんなに好きじゃなかったけど結婚の話になったらスムーズに結婚になっちゃったみたいな人もいるじゃないですか。これはなんでやって言ったら、ただ好きだけ愛してるだけでは結婚なんて成り立たないんですよ。夫婦っていうご縁っていうのは互いに学び合わなきゃいけない関係だからこそ夫婦になれただけで、でお互いに夫であり妻であり続けていくことってすごい大切だと思いますし、じゃあでもお互いに成長し合ってなければどっかですれ違いが生じてくる。例えば夫だけが学び、妻だけが成長していった。でもそこですれ違いが生じてきたら、ここで別れっていうものがやってきたりします。だから共に成長していけるようにお互いを
ケアしていけるのが夫婦の絆だと思いますし、でもそれでもどうしても差ができてしまうと、離れていかなきゃいけないご夫婦もある。でもじゃあそれを断捨離というのかって言ったら、それは断捨離というよりも縁が離れただけなんじゃないかなと。でもお互いがどっかで成長してればまた出会う時だってあるんですよね。だからくっついたり離れたりしてみるのも人ですから、その断捨離っていう言葉で先ほど言うように断捨離っていう言葉っていうのは物に対してはいいとは思いますけど、人に対してはちょっと使わない方がいいんじゃないかなって思いますね。はい。そもそも人の場合はそんなことがないって感じですかね。そうですね。だからもう捨ててしまうもちろん二度と縁のない人もいますよ。だけども大切なものだから一旦離れてみることも大事だよねっていう、そういう考え方でいいんじゃないかなと。ただどうしたいかをやっぱり決めるべきじゃないかな、質問者さんはね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。